皆さんこんにちは。前回の続きです。これ落札したガルアームにもともとついてたチェーンスライダーなんですけれど、後ろの部分が残ってても大概前の方はゴムが硬化しちゃってもう砕け散ってるんで、大体使い物にならないですね。中華の安いやつとかも出回ってますけど、ここはおとなしく純正を購入しときました。取り付けに関しては前方ははめ込み式で、後ろでネジで1本留めてるだけです。今回バラしてあるんで楽ですけど、通常につける場合は過去何回かやりましたけど、結局リンクボルト外してやるのが一番早く終わりますね。それでブラストしたワッシャーとかボルトを取り付けてみたんですけれど、やっぱりどう考えてもここら辺はすぐ錆びるんで、モノタロウで黒染めスプレーを買って塗装しときました。そしてこの真っ白に劣化したチェーンガードなんですが、これは前から使ってるワコーズのケミカルでなんとかしました。ここまでひどいとちょっとさすがに効き目がないんで、表面を少し削ってからコーティングしました。他のバイクにも使ってるんですけれど、一度塗っとけばかなり持ちます。動画では垂らしすぎてるんですが、これめちゃくちゃ伸びるんで、値段は少し高いんですけれど、割とコスパはいい方なんじゃないですかね。このままの感じで表面が硬化してくれます。エアクリのこの程度の劣化であればそのまま塗っても全然大丈夫です。どちらかというとこれ以上劣化を進めないために塗ってる感じですね。さっさと車体を組み上げたいんですけれど、その前にやっぱやることが結構あって、これはフレームとスイングアームをつなぐピポットシャフトなんですが、このエンジンストッパーリンクのブッシュ交換をしたいと思います。ブッシュ自体はボロンタロウとかで安く手に入るんですけれど、このカラーはもう廃盤になってますね。ブッシュ交換したところでカラーがダメだったら結果同じなんで、そういった場合は社外品でリペアキットとか出てますんで、それを購入するしかないですね。この部分にガタが出るといろんな悪影響が出るんで、できればエンジンマウントと合わせて真っ先に交換する場所ですね。最後詰まってしまったんで、クーラーのアタッチをつけたままぶったたいて抜きました。両方こんな感じで抜いて、その後ブッシュを圧入します。どうせなんでリンクも再塗装してブッシュを圧入しました。部品を整理したらなぜかリンクが3つも出てきて、もう全然記憶にないんですけれど、その中からガタが出てないものを使いました。部品は結構あったんですけれど、このサーモスタットみたいにもう土に帰る寸前のものとかろくなもんがなかったですね。でも表面の錆びとか汚れを落とせば多少は綺麗になるかなと思って、とりあえずネタ的にこれを綺麗にしてみます。こんなの固着してるに決まってるんで、ラスペネ吹いてしばらく置いた後ボルトを抜いてみたんですが真っ白でしたね。それでも中を見たらそこそこいけそうな感じだったので、メディアをアルミナに変更してブラストしてみることにしました。ついでに塗装したいものや汚れがひどいものをちょっとまとめてブラストしてみます。クランクケースはスイングアームをお手製のウェットブラストをした時に一応やってみたんですけど、全然落ちませんでしたね。時間をかければ多少は落ちそうな感じだったんですけれど、もう寒かったので速攻でやめました。それとステップとかはブラストする前に全バラして油汚れを落とさないといけなかったんで、こういったものに結構時間を取られましたね。今までの作業時間考えるとなんだかんだブラストで7割ぐらいの時間取られてる感じがしますね。それとブラストしてると結構キャビネットから漏れてくるんで、ゴムでシールドしました。これはブラストした後のシリンダーなんですけれど、左側がアルミナでブラストしたもので、右側がアルミナでブラストした後ガラスビーズでブラストしたものです。ウェットブラストと比べてサウンドブラストは2回やんなくちゃいけないんで、そこがめんどくさいですね。割れがあったシリンダーヘッドも探したら1個出てきました。サーモスタットも割と綺麗になりましたね。
他にもやったフライホイールとかフロントディスクのボルトも割と綺麗になりました。まあサビサビよりはいいかなって感じですね。トランクケースはサウンドブラストキャビネットにギリギリ入る大きさだったんですが、まあこの残ったメディアを完全に取り切らないといけないんで、それにまた時間がかかりそうですね。まあ当然クランクケースとシリンダーは側しかやってないんですけれど、まあ結構な労力がいりますね、これは。アルビナでブラストしたものはなし地になってるんで、さっさと塗装しないと錆が出てくるんで、早めに塗装を行いました。その他、再塗装が必要なものをいろいろ塗ったりして、これも結構時間取られましたね。次ラジエーターなんですけれど、これ裏側がボロボロなんでメタペンを買って修正することにしました。確かこれ記憶ではラジエーターガードが欲しくて購入した覚えがあるんで、ラジエーター自体はかなり程度が悪いんですよね。結構へこみとかあります。ラジエーターのフィンがちょっと曲がってるぐらいならいいんですけれど、これみたいに完全に潰れてる場所は精密ドライバーとかでちょっと立ててから修正しないとダメでした。ピンを立てた後もうひたすら修正するだけですね。それで小石とかも結構入ってるんで、フィンを立てた後エアを拭いて、汚れを落とす感じですね。これは未だにまだ終わってません。かなり傷んではいますけど漏れはないんで、使いそうなんですけれど、程度が良いものが手に入ったら交換ですかね。カウルのステーとかも探したらまた同じものが何個か出てきたんで、程度が良いものを選んでまた黒染めしときました。それでちょっとフレームを購入するときに、困ったというか探すのが大変だったのがこのスイングアームのカラーなんですよね。左右に形状が違うカラーが入ってるんですけれど、これ両方とも注文できなくて、これがついてるスイングアームを探すのが結構大変でした。このガルアームで出品されているものはほとんどカラーがついてないものばかりで、ついてでも左側のものしかついてないものが多かったですね。右側のカラーはよく調べたら MC18 と共通だったので、それで MC18 用のやつを探してきてなんとかなりました。あんまり進んでないんですけれど、次回はフレームとスイングアームを合体させてオイルベアリングの交換ぐらいから動画にしていきたいと思います。